さんこんにちは。今回はワイヤードランスの戦い方、楽しみ方の紹介です。ワイヤードランスは攻撃範囲が広くて、ラコ戦でとても快適です。武器アクションで離れた敵や高所の敵に急接近できる、アクロバティックな武器でもあります。ボス戦でも意外と強く、慣れてくると快適に軽快に動き回ることができます。パリー成功で、次の PA がアベンジ状態で発動できたり、アベンジ直後の武器アクションが威力 1.5 倍だったりします。タイミングが合えば、アベンジ PA とパリーで、長時間威力 1.5 倍が持続したりします。連続攻撃にはヘリッシュボールで超絶 DPS を出すことも可能です。まず戦闘の様子をご覧いただき、その後各 PA を説明していきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。ワイヤードランスの戦い方。ハンターなので、敵の攻撃に合わせて PA を出すアベンジが基本です。アベンジが成功したら直後の武器アクションは威力 1.5 倍。この武器アクションでパリーを成功させたら、次の PA はアベンジになり威力 1.5 倍。その直後の武器アクションも威力 1.5 倍に。敵がタイミングよく攻撃してくれたら、無限に威力 1.5 倍が続きますね。こうなってくると、武器アクションでキャンセルしやすい PA が欲しくなってきます。カッテンブレイヤーとタービュランストレインが、比較的キャンセルしやすいです。カッテンブレイヤーは発動時に前進したり後退することができるため、適正距離に持っていくのにも重宝します。コードがずれている場合は、タービュランストレインで上下とも調整することもできます。ステップカウンター、カッテンブレイヤー、パリー、カッテンブレイヤー、パリー、カッテンブレイヤー、パリー、ベインミクスチャー、タービュランストレイン、通常攻撃。ではそれぞれのアクションを見ていきましょう。カッテンブレイヤー。この PA は主力として使っていけます。出し始めと後半に一度、それぞれ踏み込んで移動することができます。前半は武器アクションでキャンセルできません。ただいま最速でキャンセル中。ステップなら比較的自由にキャンセル可能です。アベンジなら最後まで無敵です。最終打を打った後、武器アクションでのみキャンセルすることができます。ベインミクスチャー。水平方向に振り回し、広範囲に攻撃できます。振り回しながらかなり移動ができるので、出しながら接近したり、敵の弱点側に回り込んだり、使い勝手が良い PA です。ただしキャンセルが限定的です。回転、振り下ろしのモーションの中で、切り替わる2回のタイミングでのみキャンセル可能です。敵の攻撃に合わせてキャンセルすることが難しいため、アベンジで出すか、敵の攻撃を察知したら早めにステップでキャンセルする方が良さそうです。武器アクションでキャンセルすると無防備な状態が長く、逆に被弾する可能性が高まります。アベンジで出した場合は、モーション最後まで無敵状態なので安心です。最終打が強力なので最後まで出し切りたいですね。タービュランストレイン。縦に範囲の広い攻撃です。PA 発動時に、上を入力していると、徐々に上昇しながら攻撃します。連続で使用すると、ターゲットよりもかなり高い位置まで上昇します。下を入力していると加工しながら攻撃し、入力しなければ同じ高さで攻撃します。上昇加工を止めたい場合は PA をキャンセルするしかありません。ステップなら1段目以降どこでもキャンセルできます。2段目以降なら、PA、武器アクション、通常攻撃で、どこでもキャンセルできます。前後に移動できないため、適正距離への調整は苦手です。
小 PP が20と低いこと、キャンセルしやすいこと、コード調整できることが特徴の PA です。ヘリッシュボール。この PA は独特で、チャージしない場合は小型の敵であれば持ち上げて地面に叩きつけることができます。チャージする場合は5秒必要です。ただしチャージを始めてから2回被弾すると、2回目の被弾でチャージ完了とアベンジでの発動が自動的に起こります。ボスの出待ちにチャージしたり、連続攻撃を待ち伏せて短時間で高ダメージを狙うことが可能です。武器アクション。パリーと攻撃を兼ねていて、パリーが成功すると次回の PA がアベンジ確定する、一石三鳥のアクションです。武器アクションは方向キー入力で、多彩な攻撃に変化します。入力しなければその場でターゲットに向かって攻撃します。前を入力するとターゲットに投げさし、自分自身がターゲットまで急速接近できます。後ろ方向に入力すると攻撃後に自分が後方にステップします。横方向を入力して武器アクションを押し続ければ、ランスを振り回して広範囲に攻撃を当て続けることができます。前方入力では高度の高いターゲットに対して、その高度まで接近することができるため、空中戦ではとても役に立ちます。いかがでしたでしょうか？適正距離を維持する必要があったり、一部アクションの中で無防備な瞬間もありますが、使い慣れれば、強く快適に動き回ることもできそうです。マルチウェポンで武器アクションだけ利用されそうなワイヤードランスですが、メインで使っても十分楽しめそうです。今までパルチザンをメインで使っていましたが、ワイヤードランスも同じくらい楽しいので、どんどん使っていきたいと思いました。ハンターって楽しいですね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければいいねボタンお願いします。次の動画に期待してくださる方はチャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた。